たよ。実は僕、初めて台湾に行ってきたよ。台湾の新竹市で今年の4月4日から7日まで開催された子供の日のフェスティバルのテーマとしてバブルボブルが使われることになって、僕も招待してもらって遊びに行くことになったんだ。それが今僕の背景にあるカオカオラーユ園。イベント当日だけじゃなくて、その前にプロモーションビデオの撮影や記者会見にも出てきたよ。フェスティバルは新築公園で開催されてたんだけど、いろんな場所でいろんな楽しいイベントが盛りだくさん。期間中はなんと30万人が来場したんだって。すっごく盛り上がってたから、その様子をみんなに紹介するね。台湾の新竹市ってそもそもどんな場所なのって人もいると思うけど、台北から車や電車で1時間ちょっとのところにある町で、IT 関係の会社がいっぱいあるから台湾のシリコンバレーって呼ばれてる場所なんだって。新竹上皇廟っていう神様が祀ってある場所や、その周りの夜市も有名だよ。会場になる新竹公園で、事前に新竹市の市長さんや子供たちとプロモーション撮影をしたよ。バブルンチャンネルじゃなくて、こういう本格的なプロモーション撮影って僕初めてだったから、とっても新鮮で楽しかった。記者会見っていうのも初めてだから、僕が登場する前、司会者さんのお話中、緊張しちゃった。市長さんと僕がバブルに触ると、バブルボブルの文字が現れるって演出があったよ。マスコミにマイクを向けられて、囲まれるのも初めての体験だったよ。前日には開会式も。4月4日の台湾の子供の日から始まる連休のお祭りっていうことで、地元の小学校から子供たちがたくさん参加してくれてたよ。みんなで記念撮影。そしてイベント当日。台湾は4月でも暑くて、気温が30度近く上がったりしてたんだけど、毎日午前中からたくさんのファミリーが遊びに来てくれてたよ。会場の入り口にはこんな立派なバブルボブルデザインのゲートがあったんだ。筐体みたいで可愛いよね。この場所で遊びに来てくれたみんなと写真撮影したよ。毎回たくさんの人たちが並んでくれて、たくさんの人たちと触れ合えて、とっても嬉しかった。台湾ではバブルボブルもパズルボブルもカワハキドラゴンのこともアワアワデュー、カオカオロンって呼ぶんだけど、みんなカオカオローンって声をかけてくれたよ。なんだか可愛い響きだよね。ちなみに名前は僕はカオカオロンのバビー、ボブルンはボビーって書くよ。呼び方は人間の時の名前と一緒なんだ。ステージ裏から入り口のゲートまで毎回歩いて向かってたんだけど、たくさんの子供たちが追いかけてくれたり、道を作ってくれたりして、ちょっとしたパレードになってたよ。他にもメインステージでは常に劇やマジックやサーカスとかのショーをやってたり、ステージ横ではシャボン玉体験コーナーがあったり、バブル風船に絵を描いて持ち歩けたり、手作りの雑貨を作れるコーナーがあったり、床に大きな落書きができるコーナーがあったりしたよ。僕が面白い色で塗られてたり、新しい友達が増えたりしてて、面白い！子供向けのバルーン遊具もあって、外には風船や綿が入ったバブルハウス、室内にはすごく大きなバルーンの滑り台やアスレチックがあったよ。みんな元気いっぱい遊んでて、すごく楽しそう。室内にはニンテンドスイッチの僕のゲームの体験コーナーもあったよ。普段駐車場の場所には遊園地みたいなアトラクションまで。レインボーバブルの広場には、僕が寝てる？芝生の上ですっごく気持ちよさそう。嘘って書いてある？これは、つまり、静かにって意味なんだって。日本でも使われてる漢字だけど、全然意味が違くて面白いね。会場のすぐ近くには屋台もたくさん並んでたよ。どれも美味しそう。僕はバブルティーとも呼ばれてるタピオカや泡がたくさん出てるドリンクを買っちゃった。いろんなイベント会場を回って、スタンプを集めるとガチャガチャが回せて、僕のグッズがもらえたりしたんだ。近くには僕のオブジェも。台湾の街もちょっと冒険してきたよ。
商店街の一角にクレーンゲームが並んだ無人のプライズ専門店やゲームセンターもあったよ。グルーブコースター発見。ゲームショップでは怪盗マイルストーンやパズルボブルエブリバブルを発見。日本のゲームショップに近い雰囲気だったよ。そして台湾といえば美味しい料理。台湾は夜市っていういろんなものが売られてる露店が集まったスポットが有名だよ。食べ物だけじゃなくて服やおもちゃも売ってたり、日本の縁日みたいに射的や輪投げみたいな遊びで景品をゲットできたりもするよ。毎日やっている夜市もあれば、何曜日だけって決まっている夜市もあって、毎日どこかで夜市が開かれてるんだって。夜市ではバーワンっていうプルプルに包まれた料理や野菜のクレープやタロイモの揚げ団子を食べたよ。レストランでは小籠包や牛肉麺、鴨料理を食べたよ。日本では北京ダックってよく言うけど、ここは台湾だから台湾ダックかな。街中には安くて美味しい大衆的なご飯屋さんもあったよ。もちろん甘いものも。これは豆花っていう豆乳のスイーツだよ。以上、台湾イベントや台湾の街の様子を紹介したよ。閉会式までとっても盛り上がったイベントで、台湾のみんなに会えてとっても楽しかった。またどこかでみんなに会えたらいいな。それじゃあ、またね。シェイシェイ。